こんにちは。今回は東ドイツの装甲師団、第9装甲師団を解説します。第9装甲師団、まず聞いたことがないんだが、どんな師団なんだ？第9装甲師団は国家人民地上軍所属の装甲師団だよ。別名ハインツ、ホフマンね。東独所属の師団なのか、一体どんな歴史があったんだ？東独では国家人民軍の元である、兵営人民警察の時から装甲師団設立を検討しておりソ連も計画を指示していたよ。その後1956年9月エゲジーンスカイ下人民警察機動隊を母体に第9装甲師団の編成が行われたよ。部隊編成はソ連軍の戦車師団を参考に、攻撃ヘリコプターを廃止し、自動車化歩兵師団を削減したもので、戦時編成で1万2369人の人員を有し、第5軍参加に入り、平時編成で8750人を有し、第5軍管区参加に入っていたよ。その後平時編成のまま運用されていたが、1980年、ポーランドで広まった政情不安に対抗する形で、ワルシャワ条約機構は軍事介入を決定したことに際し、第9装甲師団もこれに参加することとなった。なんで一国の政情不安に軍事介入するんだ？東独政府はこの反響的な動きがポーランド政府を、ワルシャワ条約機構から脱退させる動きへと移り、東独が地理的に孤立することを恐れたからだよ。ホーネッカーは現状維持派だからな。どこまでの準備ができていたんだ？ホフマン国防省の司令で一夫人にて、戦闘態勢を整えて待機していたよ。もし有事が起ころうものなら、直ちにグダニスクの西にあるコシャリンに前進、ポーランド軍の弾薬庫を確保し、陣地を築く計画だったよ。1939年以来初めてドイツがポーランドを攻撃する事態になる危機だったのか。その後1982年4月に臨戦態勢は解除され撤退したよ。その後1986年2月24日、国防省であったカール・ハインツ・ホフマン将軍の名が第9装甲師団に冠されたよ。東独が西独に吸収された時にはどうなったんだ？国家人民軍の全戦力が解体されたとともに、第9装甲師団の一部はドイツ連邦軍が設置した連邦軍東部司令部の傘下に入ったよ。東独っていうとソ連の衛星国だが装備はどうだったんだ？やはり旧式が使われていたのか？装備は創設の際には当時東側では最新鋭だった T54 から第二次世界大戦後半で使われた T34-85 まで多種多様の装甲戦力を有していたよ。T34-85、そんなの役に立ってたのか？正直1960年代ともなってくると戦車としての運用はかなり厳しく、1964年には師団が更新されたよ。1978年からは T72 戦車の運用を開始したよ。他の装甲戦力はどうなんだ？当初は BTR-60 を運用していたが、ソビエト連邦から BTR-60 や BTR-70、BMP-1 などが調達されたよ。BMP-2 の調達も計画されていたけれど、ソビエトがアフガン侵攻を行っていたため、ソ連軍への納入が優先され、東独への配備は大幅に遅れることになったよ。解散される前にはどんな編成をしていたんだ？編成は下級部隊として1987年時点で、第21戦車連隊、第22戦車連隊、第23戦車連隊、第9自動車化狙撃兵連隊、第9砲兵連隊、第9ロケット砲兵指揮管理中隊、第9高射ロケット連隊、第9防空指揮管理中隊、第9ロケット主隊、第9ミサイル砲兵主隊、第9工兵大隊、第9通信大隊、第9物資管理大隊、第9修復大隊、第9化学防護大隊、第9衛星大隊、第9大隊連隊、第9野戦生存中隊、第9師団付き集積所を有していたよ。最終的にはどんな装備品を持っていたんだ？ OTR21 等地下4両、T72、322両、BMP146 両、BTR42 両、ヤホー及びロケット発射機349門、MT55 架橋戦車15両を装備していたよ。全兵器の軽い解説を頼むぜ。まず T72 は1971年にソ連で開発された兵器で、ソ連軍機構部隊に大量配備されたものだね。四方に 125mm 砲を備えるとともに、整地で全身最大 70km を誇り、自動装填装置を搭載した高性能戦車だね。ウクライナ侵攻では散々にやられてるっぽいがな。まず70年代の兵器を使うからだよ。BMP-1 はソビエトで初めて開発された歩兵戦闘車で、兵士を戦場まで輸送して降車するまでの間に、敵の砲火から防護するだけの輸送車と違い、戦車を直接攻撃することのできるだけの武装を持ち、歩兵を乗車させた状態で戦闘できるのが特徴だね。かなり画期的な兵器だったんだな。車内が狭すぎるのが有名だがな。問題点があるにしても西側に大きな衝撃を与えた兵器であったよ。BTR-60 は1959年にソビエトで採用された兵器で、BMP-1 と違って戦車と戦闘する能力は持ち合わせていないよ。それを補うために作られた BTR-70 も、第9装甲師団で運用されていたね。OTR-21 統治下はソビエト連邦軍の自走式戦術弾道ミサイルシステムで、ソ連では1975年に採用された比較的新しい兵器だったよ。MT55 架橋戦車はスロバキアで開発された支援戦車で、T55A 中戦車の車体をベースに砲塔を取り外し、
専用の環境発射装置に交換したものだよ。意外と自国製のものはないんだな。第二次大戦の時は戦車大国だったし、自国製で揃えてるのかと思ったが、ソ連が東独軍の動きをかなり警戒していたからね。西独ではレオパルドや FH70 などが開発されていたのとは対照的だな。解説は以上だよ。最初は東独の第9装甲師団なんて、聞いたことすらなかったが、この動画である程度は知ることができたぜ。ではご視聴ありがとうございました。